皆さんこんにちは。翔平クッキング TV へようこそ。9月も中旬になり、なんだか夏の終わりをひしひしと感じますね。あんなに暑かった夏が終わり、秋の訪れを感じる今日この頃。ってことで本日は、秋の味覚、さんま三昧定食作ろうと思います。もちろん定食ってことなので、ご飯物、メインのおかず、箸休め的なさっぱりしたもの、汁物って構成になるんですが、今日はさんま三昧ってテーマなので、ご飯はサンマとキノコの炊き込みご飯、メインのおかずはサンマの塩焼き、箸休めはサンマの南蛮漬け、汁物はサンマの煮物、汁物風の4品でいこうと思います。作る手間はかかるんですけど、動画的に分かりやすいように一品完成させてからまた次の一品って感じで分けられるところはできるだけ分けて順々に作っていきます。それと料理とは直接の関係はないけど、今日は僕の中でテーマがありまして、それはもう少し自然体で撮影に臨むってことです。編集の人にですね、言っちゃうと僕の身内なんですけど、なんか緊張しすぎじゃない？硬すぎるからもう少しリラックスしてよってダメ出し食らいまして、そりゃこんな一人でカメラ回しながら喋ることなんて普段ないんで、そりゃ緊張もしますよって話なんですけどね。それはさておき、今動画投稿を始めて2ヶ月ちょっとで、いろいろと試行錯誤してるんですけど、そのあたり考えすぎないよう徐々に本来の自分の良さっていうかキャラクターを出していければいいなって思いで今撮影してます。なので今見てくださっている方も気づいたことがあれば、どんな些細なことでもコメント欄で教えていただけると大変嬉しいです。もしかしたら緩くなる部分あるかもしれませんが、料理に対しては全力で美味しいものを見せられるよう努力しますので、引き続きよろしくお願いします。余談が長くなっちゃいましたが、気を取り直してさんま三昧定食作っていきます。では本日のメイン食材、サンマの登場です。ではこちら今日作る4品用にそれぞれ下処理していくんですけれども、塩焼きはただ内臓を取るだけ、丸々使います。煮物風の汁物は内臓だけ取ったらあとはぶつ切り。南蛮とご飯用は3枚におろして小骨も取っちゃいます。って感じで下処理に参りましょう。では塩焼き用から下処理していきます。サンマはもう水洗いして、鱗ほとんどついてないんですけど、こういう背びれのギリギリのところとか、こういうお腹のところとか少し鱗残ってることあるので、包丁でこうやってこそいであげます。そうするとちょっと取れたりしますね、こういう汚れとか。サンマは水揚げされる時にほとんど鱗が取れちゃうんですって。だからもう市場に出回ってるものとかはほとんど鱗がない状態らしいです。では塩焼き用はもうそのままですね。お腹だけ開いて内臓を出していきます。こちらで洗っていきます。1回中も洗ってきれいにしたら、あとは3箇所ぐらい切り込み入れたら完成です。これで塩焼き用の下処理完了。はい、次煮物風の汁物用は頭を取って内臓を取ってぶつ切り。これで洗います。3等分ぐらい。じゃあ最後は南蛮用と炊き込みご飯用、おろすとこまでは同じ。じゃあこちら3枚におろしていきます。
次はここの腹骨すいていきます。南蛮漬け用は半分で、最後この背骨のラインに残った骨を抜いていきます。サンマなんて全部骨食べれるから抜く必要ないんですけど、炊き込みご飯のところに入る小骨だけは僕嫌なので、それをだけ抜いちゃいます。じゃあこんな感じで塩焼き用、汁物用、南蛮用、ご飯用、下処理完了。じゃあ南蛮漬けの材料がこちら。3枚貝です。野菜が玉ねぎ、人参、長ネギの青いところ、レモン。調味料が本だしを水に溶いたもの、合わせ調味料、酢、鷹の爪、おろし生姜。こちらの割合は水が 250cc に対して本だしが 10g。こちらはみりん、砂糖、醤油がすでに一つになったものです。皆さんご存知南蛮漬けですが、玉ねぎや唐辛子などを使った料理で甘じょっぱ酸っぱく漬けた料理のことですね。江戸時代にオランダやポルトガルなどから持ち込まれたと言われています。じゃあこちらで作っていきます。じゃあ南蛮漬けの漬け地作っちゃいます。こちらで一煮立ち。はい、沸いてきたので、ここで僕野菜入れます。これで僕はもう一回だけサクッと沸かします。沸いたのでバットに。こちら粗熱が取れたので、最後お酢を入れて混ぜたら完成です。ではこちらに先ほどのサンマちゃんをドボン。この子たちはほんと身が薄かったので、
ほんと20秒ぐらい揚げたらもう火入っちゃうと思うので、それぐらいでいいと思います。そしたらリードペーパーに取ります。そしたら熱々のまま先ほどの漬け地につけます。ラップをしてこれで一晩冷蔵庫でお休み。こちらが炊き込みご飯用の材料。しめじ、さつまいも、みょうが、三つ葉、山菜ミックス、銀杏水にお米、それを炊く用のだし。こちらのだしは酒、醤油、白だし、みりんが一つになってます。分量はまた出しておくので参考にしてください。こちらの山菜はしめじ、ふきのとうなどが一緒になったものですね。ってことでこちらで作っていきます。炊き込みご飯の材料を切っていきます。スーパーとかに山菜が出回ってくると秋が来たなって感じしますね。あんまり細かくしちゃうと山菜の香り飛んじゃってもったいないので、ザクザクで。しめじは石突きを取ってバラすだけで OK。炊き込みご飯用の準備完了。じゃあまずここにちょっと水入れます。でまずこの一番最初のお水っていうのはすごいぬかとかが出て臭みがあるので、さっと洗ったら流します。今ちょっと 2,3 回水捨ててきました。そしたらほんの少しだけ水入れて、こう手のひらでこう押すように、米と米をすり合わせるように。そしたら一回水変えます。また繰り返し。これをある程度水がきれいになるまで僕はやります。あれを3回ぐらい繰り返しましたかね。そしたらこんな感じで水が濁ってなくて綺麗になるので、めちゃくちゃ綺麗じゃなくて全然濁ってても大丈夫なんですけど、こういう感じになればいいと思います。そしたらこのお水をひたひたまで捨てます。これぐらい。そしたらこれ浸水っていう工程になって、お米に水を吸わせてる段階ですね。この状態で30分から1時間ぐらい置いてます。ではまた後ほど。ではこちら、後1時間ぐらい浸水終わりました。炊飯ジャーで炊く場合は、このまま水分量を合わせて炊いてもらえればいいんですけど、今日は炊き込みご飯なのでしっかり水を切ってから炊きます。この状態で水切っておきます。サンマやっぱりそのまま入れてご飯と炊いても臭みとか出たら嫌なので、ここでこんがり焼き色をつけてからご飯に入れて炊いていきます。
火を通さなきゃいけないものから入れていきます。そしたらこちら蓋をして火にかけていきます。最初は中火から強火で10分。しっかりと沸いたのを確認したら、すごい弱火に落としてもう10分。最後は火を止めて15分蒸らしたら完成っていう流れです。じゃあ今から炊いていくんですけど、この瞬間が一番ドキドキします。炊き込みご飯ってただでさえ水分量難しいのに、そこに水の出る野菜とかが入ると、なおさら難しいんですよ。ご飯ってしかも炊き上がってみないとわからないじゃないですか。成功か失敗かって。失敗した時のショックたるや半端ないですね。いつもうまくいってくれよって気持ちで作ってます。ってことで、今日もうまくいってくれよ。では沸いてきたので、すごく弱火に落とします。この状態で10分。これで10分弱火で火にかけたので、あとは火を止めて15分蒸らします。ご飯15分蒸らし終わりました。では開けていこうと思います。上手に炊けてるといいんですけどね。これは見た目はすごい美味しそうに炊けてるんじゃないでしょうか。そしたら混ぜ合わせます。お、焦げもできてる。いい感じっぽい。この開けた瞬間のこのさつまいもとかサンマ、あとこの山菜の香り、たまんないですね。ひとまずご飯ちゃんと炊けてるか確認します。炊け具合完璧ですね。いや、よかった。本当にもう。じゃあ、後ほど盛り付け。よかった。まず上と下を落とします。上と下。ごぼうはささがきにしていきます。普段あんまやらないんでちょっとうまくできるかわかんないんですけど、こんな感じです。難しいですね、これ。じゃあこれはまた酢水につけときます。こんな感じで汁物用の下処理も完了。味噌汁作っていきます。
まず、サンマと玉こんにゃく下茹でします。そのまま入れちゃうとやっぱり臭みが強いので、一回さっと下茹でして味噌汁に入れていきます。もうさっとで表面が白くなったら OK。中まで火入れる必要はないですね。次に玉こんにゃく。これで OK。では、味噌汁用のお湯です。こちらも先に調味料入れちゃいます。ちょっと分量を今回出してないんですけど、ちょっとずつですね。あとは具材を煮て、最後に本だし入れて、味噌入れたら味付け完了なので、これで具を煮ていきます。味噌汁に関してはそこまでこだわりがあるわけじゃないので、なんか俗に言う田舎風みたいな、どんどん野菜を突っ込んでって、そのまま煮て仕上げるって形で今日は考えてるので、野菜入れていきます。サンマは煮すぎちゃうと崩れちゃうので最後に入れます。こちらでしばらく煮て、タイミング見て里芋とサンマ入れて仕上げていきます。15分ぐらい煮ました。ここに里芋入れます。里芋火が入ったので、最後サンマ入れます。これで2、3分煮て味を整えます。では、煮えたので火を止めて本だし入れてあります。ここに合わせ味噌。これで OK。サンマの塩焼き作っていきます。本当は七輪とか炭火で焼きたいなって思ってたんですけど、ちょっと難しいので、コンベクションオーブンで焼いていきます。270度のオーブンでだいたい3、4分で焼き上がると思います。じゃあ、いってらっしゃい。バーナーでさっと炙っていきます。魚の塩焼きといったらやっぱり大根おろしですよね。大根おろしってほんと苦手。こんな少量ですけど、なんかやっぱり洋食にはあんまこうずっとこうやってる動きってあんまない気がするんで、和食の人ってこれすんごいたくさんの量大根おろしにしたりきっとするんですよね。いやほんと尊敬しちゃう。じゃあすべて完成したので、今からこちらに盛り付けていこうと思います。
ではこちらで秋の味覚さんま三昧定食の完成です。じゃあ作り終わったので実食していきます。楽しみ。いただきます。味噌汁から。では、いただきます。サンマの出汁が出ててめっちゃいい。で、次にご飯。どうですか？秋の味覚。銀杏や山菜、さつまいもなど秋の味覚たっぷりです。ご飯にいろんな香りが移ってる。炊き込みご飯のおこげって本当美味しいですよね。じゃあ一回さっぱりしたものを食べたいので、南蛮漬け。この一晩漬けてるので味がしみしみなんですよ。すごいさっぱりしてて美味しい。じゃあ最後サンマの塩焼きいただきます。今日はもう綿取っちゃってるのでそのまま食べれちゃいますね。大根おろし、あとすだち、お醤油。ではこちらでいただきます。このすだちをかけることによってすごい香りが強くて爽やかで美味しい。じゃあ詳しい感想は後ほど。一旦食べていきます。では、秋の味覚さんま三昧定食作り終わりました。そして食べ終わりました。普段ですと作り終わって少しだけ食べて、で、あとはエンディング撮ってその後食べるって感じなんですけど、今日はもうほぼほぼ食べちゃいましたね。っていうのもやっぱりこう編集の人に夜な夜なこき使われてるっていうのもあってお腹空いてたみたいなとこありますね。っていう冗談はちょっと置いといて、今日はサンマを中心にすだち、キノコ類、さつまいも、里芋、みょうがなど秋の食材を中心に使いました。やっぱり秋の食材っていうのはすごい香りが強いですね。日本には春夏秋冬ありますけど、秋の食材っていうのは本当に香りが強いっていう印象が僕の中ではあります。やっぱり日本には四季があって、その季節にちなんだ食材が美味しく食べられるっていうのが本当いいですよね。あと最後に今日は僕の中でリラックスして撮影するっていうテーマがあったんですけど、皆さんから見ていかがでしたか？皆様から見て少しでもリラックスしてるように見えてればいいなって思うんですけど、自分の中ではちょっとまだまだ硬いですね。正直今思い出したかのようにリラックスしようって意識しながら喋ってるところです。徐々に動画上げていくにつれて慣れていくと思うので、もっともっといいものを皆さんにお届けできればなという思いで今やってます。引き続き応援よろしくお願いします。ということで、今日翔平リラックスするように頑張ってたよ。料理が良かったよって方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あと動画についての感想やご意見もコメントいただけましたら今後の参考にさせていただきますので、どんな些細なことでも結構です。ぜひよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイ。